アイモード。まあ、GLA に似てるっていうのは似てるね。もうこのぐらいで ESC が入ってくるんだな。 ESC の入り方が上手だね。うん、やっぱリアのテールオーバーに対してすぐピピャンとこう来るね、ESC がね。こういうところがいい。まあ、ちょっと行かせるところ行かしてくれるよね。はい、基本的には GLA とメルセデスの GLA とすごくよく似た操縦性で、まあ、ワゴンでホイールベース長いんですけど、もうハンド握って走ってる限りはこうかなり思い通りに走れて、特に印象的なのは中速コーナーでこう入っていく時にお尻がプッとこう出た瞬間にもうすぐにつまんで、テールの流れを止めるんですけども、そのつまみの戻りが早いのでつまみっぱなしにしてないから、こうハイサイドで逆側に荷重が戻ったりしないので、こうすごくスムースなこう円をライントレースを描けますね。でちょっとリア流れたらちょちょんとこうつまんでくれる、そのちょちょんっていうのがすごくなんかこう技が入ってるなって感じがあって、ドライバーにこうあんまりストレスを与えない、もう最小限のテールスライドだけをこう止めていくような感じがありますね。それで車速がちょっと下がってこう退院して出口では、まあ、CVT なんですけど意外とレスポンスよくエンジンのトルクがタイヤに伝わって、その時は、まあAWD ですけど少しこうテールスライド気味に行く感じと、車速が少し高いところではリアの流れをこう止めるところと、その生かしてくれたり止めてくれたりするところがこう微妙にバランスしているので、全体的な操縦性は、メルセデスの GLA にすごくよく似た感じで、なんかこうドライバーズカーだなっていう感じがしますね。でブレーキもまあ、平均点よりも少し効く感じはしますけど、まあ、ちょっとこの今アウトバックが入ってるタイヤが、雪とアイスバーンのこの差が少しあるかなという感じはします。その、路面による、タイヤの性能がこう、差があるというところが少しタイヤ性能的には気になるところですね。あとサスペンション的には、まあ、少し背の高い、こうスモールSUV 的な、まあ、要素なんですけど、ちょっとこう大きなうねりに入った時にもうちょっとこうストローク感があるといいのかなっていう感じはしましたけど、まあ、でも全体的にはまあ、四駆を得意とする、まあ、素晴らしい、車のサイズは大きいですけど、もう乗ってるとそのサイズ感を忘れるぐらい気持ちよく走れます。
ちだ。分かんない。やっぱダメだ。アイスバーン性能がダメですね。あそこ入れなかったよ。また落っこっちゃったよここ。1分2秒はい、サーキットの貴公子が、雪の中来るとちょっと辛いなって感じがしますね。で一つはやっぱりタイヤが、こういうロープロファイルのスタッドレスになるとやっぱスピードレンジも変わってくるので、当然使われるゴムが変わるのと、構造が変わるのと、やっぱりこうタイヤに起因するところがすごく多くて、でこの S4 は確か雨のつく場もあんまり良くないんですよね。だからドライのこうグリップ性能の高いところの性能ではS4 は非常に素晴らしいんですけど、少しそのタイヤチョイスをこれから考えないといけないのかなと思います。ちなみにアウトバックもこの WX の S4 も全部 I モードで走ってます。エンジンかけた時のプロパティが I なので全部 I で走ってるんですけど、これもしシャープにしたらもっとドライビングが難しくなるかもわからないですね。ですからせっかく持ってるエンジンのパフォーマンスを、十分雪道で活かせないっていうのが、最近のこういう、高速型やスポーツ4駆の大きな一つの、課題かもわからないですね。スバルは軽いけど手応えあるからな。こう切った時にね、タイヤのこうショルダーのエッジのところが分かるんだよね。クッとこう噛むのが。ちょっと ABS の音するんだね。消す方向だってたけど、でもやっぱない方がいいかな。ペダル振動はしっかりしてるからね。やっぱりレガシーだな。金かけれるんだろうな。やっぱり乗りやすいね。なんだろう、こうエンジンのパワーが少ないっていうことはやっぱ車にとってタイヤにも楽になって、全てこういい方向に行く。パワー上げると合成上げなきゃいけない、重量上がる、タイヤは太くなる、どんどんドライとウェットあるいは低ミュの差が広がってきますよね。ですからそういう意味で、このアウトバックは自然吸気のエンジンを選んだところが乗りやすさの一番の原因で、もしこれターボエンジンだったらタイヤはもっと違うタイヤ選んだろうし、そうするとスタッドレスにしても少し条件が厳しくなりますね。ですからそういったところでこうエンジンとやっぱりボディと駆動方式みたいなものの全体のこうバランスが、このアウトバックはものすごくよくできているので、乗った瞬間からすごく乗りやすい。でハンドルの軽さは、レクサスの NX より、ちょっと重めなんですけど、でも手応えという部分では切っていくとタイヤのショルダーあるいはタイヤのブロックがこう路面にこうバイトしていく感じがすごくよくわかるんですね。
ですからそういったところの手応えは、国産の中でレクサスよりこっちの方が、分かりやすいですね。ただ ABS は、ブレーキはいいんですけど、ちょっと音が意外と車内が静かなので ABS の作動音が少し気になるかなと。助手席に乗ってる吉岡君はあのぐらいはあってもいいんじゃないかって言われてますけど、でもこの車角で見たイメージの、車角感で言ったらもうちょっと音は抑えた方がいいのかなっていう気はします。全てがこう人間に対してマイルドで乗りやすいという、とんがったところがない代わりにどんな条件でも乗りやすいというような、性質を持ってますね。やっぱり S シャープは乗りにくい。アイモード。でもジムカーナよりもやっぱり一般道の方が S4 乗りやすいね。これでも ABS はこっちの方が音少ないよ。これ i モードの1個下作った方がいいね。雪モードをね。やっぱりパワーだけあるからスピードどんどん出てくんで、やっぱどうしてもその加速時と旋回性能のアンバランスが出てきちゃって、楽しいって楽しいけどね。だからアイスバーン性能が弱いね。雪道はまずまずだけどね、このタイヤ的に言えばね。今だいぶ路面がアイスバーンからちょっと気温が上がって圧雪、柔らかい雪になってきたんですけど、このタイヤだとそこそこシャーベット状の雪とか圧雪ではまずまずですね。で特にやっぱアイスバーンだけがちょっとこのタイヤサイズでは苦手なっていう感じが印象的だったんですけど、でもやっぱりパワーがあるのでものすごくアクセル踏むともううわーってこう出ちゃうんですね。その出ちゃった瞬間ちょっとノーコントロールというか、こうドライバーの手から車がこぼれ落ちるような瞬間があるし、この350ニュートンぐらいのトルクの、伝える CVT としては頑張ってるんですけど、アクセルオンオフをこうシャープにした時のその応答性みたいなところが、加速側の音は良くても戻した時にちょっとまだ残るところがあって、そこがパワーがトルクが大きいだけに、ちょっとこうドライバーの手から外れてしまう、手の内からこぼれちゃうような感じがありますね。 ABS は実はこっちの方が音少ないですね。アウトバックの方がアクチュエーターの音が聞こえて、こっちの方がちょっとこもった感じで全体的には、音は小さいような感じがするんですけど、もともとやっぱりラリーやってた車なので、こういう雪とかをやっぱり得意にしといてくれないと、なんかこう最近サーキットだけになっちゃってるような感じがあるので、いろんな路面でやっぱ走りやすいスバルのパフォーマンスっていうのをこういう S4 で実現してもらいたいなという気はしますね。